これ私の持論なんだけど、アジア人オーナーのお店はなんか結構注意した方がいいかもっていうのを思ってて、というのもやっぱオーナーとかマネージャーみたいなこのお店のトップがアジア人だと、やっぱなんか労働環境も結構アジアっぽい。まあアジアって言っても特に日本、韓国、中国あたりはもうなんか会社の奴隷みたいな感じで働いたりするじゃないですか。結構ブラックなとこが多かったりとか。その感覚がそのまま持ち込まれてたりすることがやっぱりあるなっていうのを感じてて。いや、今働いてるところもまさにそうですけど、やっぱ韓国人経営、オーナーもマネージャーも韓国人で、多分もう完全に韓国の感覚なんですよね。その今働いてるレストランはめちゃくちゃ残業あったりとか、結構労働環境やばめなんですね。これについては前回の動画で詳しく話してるので、ぜひそちらの動画を見てみてほしいんですけど、私イギリスに来る前はカナダでワーホリをしていて、で、その時に出会ったアジア人の友達たちからいろいろその子たちのバイト先の労働環境についてもなんか話聞いたりとかしてたんですね。で、そもそもアジア系のお店で働いてる子がやっぱり多かったんですけど、ジャパレスとか韓国レストランとか。でもみんなすごい不満漏らしてましたね、やっぱり。一番よく聞いたのが、今私が働いてる韓国料理屋さんと同じような感じで、なんかやっぱ無駄な人件費を割きたくないっていうので、シフトが当日になって削られるとか、例えばお昼の12時から夜の8時までもともとシフトが入っていたとして、でもその日お客さん少ないからって言って4時で帰らされるとか、今日来なくていいよみたいな突然言われたりとか、あと毎日出勤させられるんだけど、1日3時間だけとかしか働かしてもらえなくって、で、カナダって交通費自己負担だから、交通費だけどんどん無駄に払わなきゃいけないっていう状況になってる子とかがいましたね。あとはシンプルにマネージャーの、パワハラとまではいかないけど、めっちゃ言い方きついみたいな、口悪いっていうのも結構みんな言ってました。やっぱアジアって年功序列の考えがあるじゃないですか。年上が偉いとか、上の立場の人がとにかく偉いとか、なんかそういう考えがすごいあると思うんですけど、それでやっぱ従業員にめちゃくちゃ怒鳴ってたりとか、すごい汚い言葉使って、罵声吐いてたりとか、っていうのは私も経験しましたし、私のその友達たちからもそういう話はよく聞いてましたね。で、特に欧米ってそういう文化がないので、やっぱ年上であってもみんな対等な立場っていう認識だから、特にカナダ人の子たちはそれに対してすごい嫌悪感っていうか、信じられない、ありえない、ディスリスペクトフルだって言って結構プンプンに怒ってました。そんな感じだから、私たちアジア人にとっても普通に働きづらい環境ではあるんですけど、特にそのネイティブの現地のカナダ人とかにとっては、だいぶその状況って耐え難かったっぽくって、もうみんな次の職場見つかったら辞めるって言ってたりとか、でももう嫌すぎて勝手にもう今日で辞めます、さようならって言って辞めた子とかもいましたね。で、みんなそういう現地のカナダ人が口揃えて言ってたのが Don't work for Asian, work for white って言ってて、それだけやっぱアジア人の経営陣、マネージャーとかオーナーがずさんな経営してたりとか、態度が悪かったりとかっていうことらしいですね。もちろんね、お店にもよるんですよ。その全部のアジア系のお店がなんかやばいっていうんじゃなくて、そこのお店の同僚で別のお店で働いてる子がいて、その子が言うにはもうそっちは完全になんかイギリス寄りの労働環境でめちゃくちゃホワイトだよって言ってて、変に残業させられるとかも絶対ないし、カツカツに人員削減してやるとかもないし、めっちゃ働きやすいよって言ってて、私それこそ今までカナダいた時もバイト3つしてるんですけど、カナダで1個はその韓国料理屋さんで、もう1個文房具屋さんみたいなとこで中国人のマネージャー兼オーナーの人の元で働いてて、あともう1個は中国人オーナー、ブラジル人マネージャーのとこだったんだけど、そのあたりはね、全然めちゃくちゃいい労働環境で、もうほんと時間きっかりで終わらせてくれるしみたいな感じ
からその中国人の文房具屋さんとかはもうめっちゃ緩かったし、全然勤務中にみんなでなんかピクニックとか行ってお客さん全然いない時お店でみんなでスナック食べたりとかしてたぐらい、まあめっちゃ緩くてカナダって感じでしたね。でまあブラジル人マネージャーのとこもう変に残業とか絶対ないし、本当もうシフト通りの時間でしか働かないみたいな感じで働きやすくて、でまあその韓国レストランカナダのもうシフトの管理は結構まあちゃんとされてて、上がるのはもうほんと1分でもシフト超過しないように帰らせてくれるっていう感じだったけど、なんか1個だけ謎ルールがあって、休憩時間が終わる5分前には現場に戻っててみたいな。現場に戻っててっていうのはどっか外をふらついて、でお店にいる状態にしてねっていうことじゃなくて、働き始めててっていう、そのフロアでサーブし始めててっていう意味。5分前にはおかしくないみたいな。その休憩の残りの5分もうそのサーブし始めるとして、そこからのその5分の分は時給発生してないんですよ。それに関してはおかしくないっていう感じでは、まあ誰も従ってなかったんですけど、私含め。まあそういう謎ルールがあったりはしましたね。あとなんかお客さんいなくても常に時給は発生してるから、常にやること見つけて動いててみたいなことをすごい言われたりとか。まあ別にそれに関してはまあいいんだけど、やることを見つけなさいっていうことでね。でもまあその精神自体がまあそもそもめっちゃ日本的だなみたいに思ったりして。というのもですね、欧米では暇な時はこうしてスマホをいじったり何か飲み食いしたりっていうのがまあ普通なんですね。っていうのはありましたね。結構ね、アジア系気をつけた方がいいかも。でも、雇ってもらいやすいのは圧倒的にアジア系のお店なのね、アジア人って。なんかやっぱ、アジア人がアジア系のお店で働いてると、なんか本場感出るじゃないですか。欧米人からしたら、もうアジア人の区別なんかつかないわけだから、見た目で。だからまあ、日本人が韓国レストランで働いていようと、ベトナムレストランで働いていようと、まあ同じような人種として見られるんで、なんかあそこのお店本場っぽいみたいな。その白人が働いてるよりね。ってなる。あとは特にまあ日本とか韓国とかだと結構文化も近かったり、感覚が近かったりするから、っていうので、雇う側も雇いやすいらしいんですよね。だから、まあ、実際、ワーホリで出会ったアジア人の子たち、日本人含めアジア人の子たちは、圧倒的にアジア系のお店で働いてる率が高いし、なんか私も仕事探し、海外でしてて、まあ、実際、アジア系のお店以外はめっちゃ落ちるっていうか、まあ、そもそもレジュメ送っても返事返ってこないみたいなところがめちゃくちゃ多いっていうか、もうそういうとこばっかでしたね。やっぱ結局返事返ってくるのはアジア人オーナーなところだったりとか、アジア人じゃなくてもなんかノンネイティブのマネージャーとかだったりすると返信返ってくる率は高くなるなっていうのを肌で感じました。やっぱ多分ノンネイティブに対する理解があるから。で、あとなんかこれも憶測でしかないんだけど、日本人のワーホリ生って結構仕事見つけるの大変なんじゃないかなと思ってて、他の国籍の人に比べて。っていうのもやっぱ日本人は英語喋れないっていうのは結構世界中の人たちの共通認識としてなんかもうバレちゃってるんですね。多分留学生とかで現地の大学に通ってますとかだったらそれが英語ある程度できることの証明になるじゃないですか。だからまあ知らないけどね、もうちょい、まあ仕事探しやすくなるんじゃないのかなって思うんだけど、ワーホリ生って別に現地の大学に通ってるわけでもないから、英語力の証明ができないんですよ。どの程度英語ができるのかっていう。ワーホリしてる人の中でも英語力って本当に全然いろんなレベルの人がワーホリしてるし。っていうので、多分もう、あちら側、面接官側もこっちの英語力が想像できないから、多分ね、日本人ってだけで落とされてることめちゃくちゃあるんじゃないかなって私は思ってますね。だからね、私はカナダでもイギリスでも結構バイト探し苦労したんですけど、
まあちょっとね、アジア系のお店は働き方は気をつけた方がいいかもしれないっていうのは今日この動画で伝えたいことですかね。アジア系に限らず、イギリスのなんか全然制限のない労働者に優しくない制度を見る限り、もしかしたらイギリス自体結構やばい労働環境のお店は多いのかもしれないんだけど、実際前回の動画にイギリス人の視聴者さんからこんなコメントもついていたので、もしかしたらイギリスに関してはあんまり変わらないのかもしれないですね。それでも日本と比べたら全然普通なのかなとか思っちゃったり、どうなんだろう。なんかもしもワーホリ中のね人がこの動画を見てくれてたら、私の働いてるとこはこんな感じだよみたいな教えてほしいなって思います。次回はイギリスに来てからずっとぼっちだった私が文化交流イベントに参加する様子をお届けします。バイトのことについてまたちょっと話したりもするのでお楽しみに。